大学を辞めてユースさんのもとで働けるならそちらに行きたいなと。ナンバーワンの方とかはちょっとわかりました。ローランドショーを見たらどう思います？ちょっとフィクションに見えます？ちょっとは思いますけど、ということは何？俺がやらせにやってると思う？もうどうぞどうぞどうぞ。はい、隣に。多分これこっちかもしれないですね。直樹くんだよね。はい、いいじゃん直樹くん。ユースさん福岡にいらっしゃるっていうことでチャンスだなと思って来ました。ゴースト志望じゃないの？ああ、なんかガチですね。ユーシさんのファンなんですか？そうですね、SNS でユースさんを体験してローランドグループのコスト、特にユースさんっていうのもすごくかっこいいなとは思ったんですけど、個人的にはやっぱりユースさん個人の人間性とか人柄っていうところにすごく共感だったり憧れを持ってユースさんの仕事で関わりたいなっていうふうに思ったのがきっかけですね。今は何してるんですか？お仕事っていうか大学生とかですか？今大学3年生で商学部っていう商学に関する学科に通ってて、で今飲食店のアルバイトをしながらっていう生活ですね。今3年ってことは、もしユーシさんと一緒に働けるってなっても最短で2年後とかになるかもしれないってことですか？正直その深くその大学で何かを学びたいからとかっていうのを考えてっていうよりはあんまりはっきりとした目標を持ってなくて進学したので、なのでもう今大学でゼミっていうのがあってそのゼミで取り組んでいることがあるので、それが終わるのがこの3年生の年で、3年生が終了する年まではできれば熊本に残って大学生として通いながら、でも来年の4月からはもう大学を辞めてユースさんのもとで働けるならそちらに行きたいなという。やめちゃうんですか？大学。はい、何がしたいってまだ決まってないんだもんね。そうですね、まあでも俺の下で働きたいっていうのが、そうですね、大きな目的なので、まあそう思ってくれるんだったらねすごい嬉しいし、まあちょうど運営スタッフをすごいいつも募集してるから、まあこういろんな選択肢はあるけど、まあまずはうちのお店の運営スタッフとして働いてほしいなっていうのは正直、わかります。じゃあ乾杯します。乾杯しようか。ちょっとね、緊張して2人とも喉乾きますよね。はい、ちょっといただきます。始めましたね。新しいよねこの面接ね。で、僕も緊張します。いいのか悪いのか。なかなかないんでね、そんな。食事面接初めから。ちょっとね、いろいろ。なんでホストに興味持ったの？なんか高校生の時に YouTube 見てて、ホスト TV が流れてきて、その時ローランドさんの、当時のマクドって前でやってた時はなんか対談見た時になんかかっこいいなと思って、そこから徐々に見るようになって、その時高校生だったんでまだ、ちょっと現実的じゃないなと思って一旦辞めたんですけど、焼肉屋もやりたいから焼肉屋の方で行こうっていうのがあったんで、そっちに入って、その去年のそのユーシさんの記録があるじゃないですか。年末の1億2000万のウイスキー入れたブランデーですかね、入れた時の動画見て、僕も結構ね焼肉屋1店舗任されて一緒にやったんですけど、まあ、年間ぐらいで大体6000万いかないぐらいなんですよ。10倍かと思って、なんかすげえなと思って、そっちの世界に行ってみたいなっていうのは、そこで決めましたね。もったいないな。焼肉屋でもいずれ自分で絶対独立するっていうのは決めてるんで、人生で。焼肉屋さん独立するって決めてんのやったら焼肉屋さんずっとやった方がいいと思うけどな、俺は。いや、ホスト今したいっていう気持ちがめちゃくちゃ強いんで、一回やってみると後々焼肉屋でうまくいってもなんか後悔はあるなと思って。これ水炊き来てほしい。もうこの空気感が硬直していってどんどんこれもうよかった。もう僕来て加えて俺を
悪者のことを仕立て上げてこいつが怖いんだよっていうのをこう前面に押し出すからな直樹。はいコントラストがねより強調されるんだそうやなな直樹ないいぞ直樹。あ、いいんですか。で飲食店なんか役立った政治家かなんかの会食みたいな。いただきます。しますか。なんかいいね。ぜひもう食べてください。いただきます。内勤でもいいですね。その直樹君は。本当はホストを入れたいんですけど、客観的に見て自分の顔ってあんまりイケメンとは思われないらしくて、周りから見たらなんでまあそれもあって、でもそれを言い訳にしたくはないけど、やっぱ内勤さんっていう話を LINE でされた時に、やっぱその内勤さんとして全体を見る力っていうのも確かにこの先磨いておいた方がいいなと思って、そっちでホスト例えばまあプレイヤーで、はいまあ、採用とかなったり、はいまあ、もし別のところでやるにしてもなんか目標とかあるんですか？目標は一応3年間で、まあ、貯金5000万貯めるっていうのがあるんですけど、もう堅実ですね、その大体こういう目標聞いたら1億売りたいですとか、はい1000万売りたいですとか言うんですよ、月間1000万とか、はあじゃあ3年間で5000万はいをキャッシュで持っときたい、そうですね。で考えたらどうやろう、まあ年間1億3回売れば、まあそうですね。どうせ出ていくんでね、金どうせ服とかまあ接待交際費とかで出ていくんで、で税金とかも払ってるもんね、年間1億売っても手元に2000万残ってたらいい方ですよね、年間1億って2000万なんてめちゃめちゃ残ってる方だよ。めっちゃ残ってる方、僕とかは1000万だからないっす絶対。 OK です、分かりました。ちょっと時間も遅いからもう10時前ですよ。もう9時半ですから外まで送ってこうか。あ、わかりましいいよ、言うのは別にここにいて。昨日は LINE で連絡があとで合否の方はどうでした？ちなみに。気は使えてました割と。あでもこう僕のノンアルコールビールが瓶に来た時に、ちゃんとラベルを上に向けて僕にお酒を注いだんですよ。瓶も置く時に僕の方にラベルを向けておいたんですよ。そういうところでは、まあ結構気を使ってたかなとか思ったんですけど、その場は良いんですけど、本来孫さんのカメラ回してるから孫さんもいるじゃないですか。カメラ回して仕事してるから言いづらいだろうけど、俺だったら孫さんも何かいただきますかとか言えたら、そこまでいけたらすごいプロフェッショナルだなって。厳しいな。いやでも、だってそういうお仕事ですから僕だって。僕たちってその全てのこう空間がこうお金かかってるわけです、僕たちって。だから本当に細かいところまで突き詰めてのやっぱ接客業なんで、一般の人からしたら、そんな急にこんな食事の面接なんかさせられて、急になんかこんな怖い人がね目の前にいてカメラも回ってて、そんなところで頭回るわけないじゃんみたいな言うんですよ。コメント欄見ますけど、言ったら僕たちって究極にお金かかるわけじゃないですか。孫さんはもう異常って言うじゃないですか。なんでタクシー乗るんですか？なんか結構ホストって夢あるんで、タクシー移動とかも後輩とかに見せるためになんかずっとタクシー移動するんですけど。時計屋だね。なんかちょっと俺も今一瞬思ったんですけど。いやいやうわ。いやいやいや一緒ですもんね。異常ですよね。で、僕も理解してるんですよ。動く金額っていうのは異常だと思ってるけど、それ相応人が見える部分だけじゃなくて、本当にこの人究極だなってくらいの、接客をしないといけないし、こう場のこう視野っていうのを広く見てないといけないし、そういうお仕事だっていうのを自分で理解した上で面接に来るわけじゃないですか。ホストの世界に自分で入りたいと来てるわけなんですよ。一般の人の理解はいらないと思うんですよ。なるほどね。そもそも一般常識はもう一旦置いとくっていう、まあそれを超えないといけないってことね。あとこう期限決めてるっていうところにどういうこと？一番僕
僕もそれ嫌やったな。触れなかったらどうするの？なんか期限を決めてて1年で今の給料超えれんかったらやめとこうっていうのは当たり前に売れないからって言っちゃっていや何言ってんだと思ってこれはマジで正直な気持ちですけど、ちょっと傷ついたら申し訳ないですけど、そんなうまくないよって、僕1000万初めて売ったのが5年経ってます。あ、そうなの？初めて100万売るのも掃除組じゃないですか。100万って大体掃除組とかの売り上げで、はいはい。初めて一月ね。一月100万売るのも1年丸々かかる。でも100万売っても、例えばそのなんだろう、給料はその半分で、いや半分もらえないですよ。まだ税金35万とか。ああ、そこからまだね、個人事業主ですから税金とかいろいろ持っていかれると、まあ、手取りほんと30ちょいぐらいってことですよね。本当そうっすよ。それでやっと普通のリーマンとかです。でそんなね甘くないっすよホストって。ぶっちゃけローランドショーとかで、こう売れっ子も映るじゃないですか、であんなの本当にトップ層だから超レアですよ。だってあんなの、200人くらいしかないんだよ、業界で1億超えて言ったら2億なんて13人とかしかないし、普通に年間3000万売るのも結構まあまあまあ。ホストの子たちって、やっぱりこう心が未熟なままお金を持ってしまうケースの方が多いんですよ。稼ぎ方も偶発的な成功の仕方しかしないことがほとんどなんですよね。だから使い方もわからなければ残し方もわからないし、だけどホストしかできないんですよ。でも30歳になった時とかずるずる40歳になった時は生活水準も落とせないし、ああ、そっかそっか。昼夜逆転してるから、こう何か自分でやろう、仕事しよう、昼の職やろうみたいな気持ちも起きないし、そしたらもうバーとか変なねお店でなんか適当に働いたりとか、女の気分になったりとか、それはまだいいんですよ。そこまでだったら、もう50代60代になったりなんて人生も終わりですね。そういうのをあんまり生み出したくない、うちの会社では。だから入店も、かなり厳しくしてるのが僕の理由。今からどこに行くんですか？今から中洲のホストクラブに行きます。だからこう夜の街を知るんだったらやっぱそこに行くのが一番早いですからね。ここや、ここの4階、これですね。大丈夫でした？大丈夫です。はじめまして。すみません。はじめまして。お願いします。お願いします。北海道より良さそうな雰囲気。ある程度少しご挨拶したら、またちょっと出ちゃうんですけど、ああ、そうですね。うちのアジアの代表の深澤です。はじめまして。もう存じ上げてるんで。いやいや、ありがとうございます。もう今日も昼間マジでもうまさに動画拝見させていただいて。ありがとうございます。いやもうメニューになっております。アナログですいません。一応、男メニューになってますんで、気になるキャストがいたらまた言ってください。姫や。いや、姫役。姫の。いいですか。ナンバーワンの方とかはちょっと。わかりました。ちょっと今から僕が1回出ますので、今後ともまた。いやいや、すみません。ありがとうございます。博多に来たらいつでもまた来てください。またお邪魔いたします。お願いします。ダーツとかあるんですか？ダーツ一応あるんですよ。だから本当ダーツ目的でこう来店してくださるお客さんが多いです。そんなことある？人いくら？うち今月からもうセットがもう一括りでもうダーツ投げ放題です。ちょっと価格も変更したっすね。1時間で3000円ですよね。はい。でフリータイム1万円の。フリータイムで1万円。おもろ。いただきます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。ローランドショーを見たらどう思います？ちょっとフィクションに見えます？ちょっとは思いますけど、っていうことは何？俺がやらせでやってるってこと？
いや、やらせというか、なんかの配信してて、なんかこう、パソコンのバッテリーがみたいなのありましたよね、なんか、お客様エイトさんのね。なんか、映してみたいな。本当かとはちょっと思いましたけどね。これなってないです。なってない。速攻で Mac の充電器持ってきてシックに。なんかそういう脚本なのかなと思って。いや、それ当たり前でしょ。見せ方として。マジでやらせないからね。レイと申します。お願いします。だからちょっとなんか、真似てみようかなみたいな。絶対でパーって飲むの缶物で飲む人が多いんですよ。どうでした？いや博多楽しかったですけどね、僕は。総括するとめっちゃ来てよかった。博多今週すすきの行って栄行って中洲行ったんですけど、中洲が一番でしたね。ああ、確かにそれは絶対そうですね。うん僕北海道は行かしてもらいましたけど、多分すっごい難しい街って言われてるんです、中洲って。だけどやっぱこう何十年も生き残ってる理由っていうのがまあすごい詰まったお店やったなって思いましたね。今日長い時間ありがとうございます。いや、こちらこそほんまに。長かったですね。じゃあ帰りましょう。ありがとうございました。もう帰りましょはい。う。寝ましょう。もうほんまに。中洲の夜はこれからやろ。あ、そうだった。